おはようございます。たかしです。本日は5月28日火曜日、ただいま8時17分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円の分析をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日も日足は陽線で高値更新をしてきております。ここのところずっと連続陽線ですよね。先日もお話ししてましたように、陰線の数が少ないんですね。常に高値更新をしているというような状態。たまに陰線を挟んでいるんですが、陽線のサイズの方が圧倒的に大きいので、基本はこの上昇の流れについていくのが安全です。ただし直近の高値 200.5 付近でのこのダブルトップが意識されやすい、そういうポイントにも近づいてきておりますので、そろそろこのあたりからダブルトップが意識されての下落を起こす可能性が十分あるところです。ストキャスティクスも高値圏にずっと張り付いてますよね。ですので、そろそろ一度下落をしてもおかしくないところにありますので、現在が 200.4 付近ですし、もういつ下落してもおかしくないところにはあるので、そこはご注意ください。基本的には強い上昇をしておりますが、やはり日足のダブルトップは1回意識されやすい、そういうところに来ているのと、あと、インジケーターを見ていてもかなり過熱気味ですので、ここからの上昇の流れについていくのは優位性がありませんのでご注意ください。では4時間足です。先ほど言っていた日足の高値がここをですね、白い水平線を引いております。この辺付近が次意識されてくると思いますので、現在が 200.4 付近、そしてすぐ上 200.5 付近が先ほどの高値になってきますので、そろそろこの辺りで天井を作ってくる可能性がありますので、この辺りで下落の兆しが見えればそこからの下落の流れを狙うことも可能かもしれません。ただし基本的には上昇トレンド中ですし、先ほど日足で見ていたように陽線連続で上昇してきているので、基本はこの上昇の流れについていくのがいいんですが、今はこの高値圏にあるので、ここから上昇についていくというよりは、一度押しを待ってからの上昇の流れ、こんな感じですよね。一度 GMMA に押しをつけてから上昇するという、そういう動き方をイメージしておくといいと思います。4時間足もストキャスティクス高値圏ですね。なので、ここからの上昇の流れについていくのはちょっと危険かなと思いますので、まずはこの日足でのダブルトップを見ておいて、それを作らないのであればそこからの上昇の流れについていってもいいと思いますが、一旦は下落するのを待って GMMA ぐらいまで下落してくればそこからの次の上昇についていくのが安全です。では1時間足です。1時間足は綺麗に上昇トレンドを作ってますね。浅めの押しからの上昇ではあるんですが、 GMMA に接触して上昇、昨日も GMMA の青帯まで一度押しをつけてからの上昇になっておりますので、本日も同じですね。まずは GMMA の青帯まで押しをつけてそこからの上昇をイメージしておくといいと思います。ですので、押しをつけるポイントとしてはこの辺ですね。現在が 200.4 付近にあるので、200.1 から200ぐらいのところまで下がってくれば、そこからの次の上昇の流れをイメージしておくと、トレードがやりやすいと思いますので、基本は GMMA の青帯に押しをつけるような動きですね。今までみたいに GMMA の青帯に押しをつけてからの上昇。ですので、本日もし押しをつけるのであれば、一旦の下落、その後の上昇をイメージしておくと、トレードの方向性がつかみやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円はちょっと上値が重そうですよね。昨日はほぼほぼ動いていないのもあるんですが、今までの上昇に対してちょっと天井を作っている感じがしますよね。もしかするとここからダラダラと下落方向に動いていく。こちらも押しをつけるような動きですね。先日のこういう GMMA の青帯に押しをつけるような動きをしてくる可能性がありますので、本日この直近の高値、157円付近を明確に上抜けてくればいいんですが、抜けられないとそろそろ下落方向に動きそうな雰囲気、インジケーターを見ていてもそんな感じですよね。なのでその辺の動きを本日見ておきたいです。では4時間足です。昨日ほぼほぼ動けてませんよね。その前金曜日も高値から若干下落方向に動いてきているので、今の流れを見ていると先ほど日足で見ていたように日足の天井圏を作って、ここからダラダラっと日足の GMMA 付近まで下落していく可能性があります。そうすると結構大きく下落することになるんですが、前回のこういう下落ですよね。そういう下落になる可能性もある
るんですが、基本的には今 GMMA の青帯の上にありますので、下がったところは買われやすいので、まずはこのピンクのラインぐらいまでの下落を待って、そこに押しをつけての上昇をイメージしておくといいかもしれません。その場合、現在 GMMA の青帯がその辺にありますので、そのあたりまでの下落は待ちたいですよね。そこまで下落、押しを作ってくれればそこからの上昇をイメージしたいんですが、例えばこのピンクのラインにトレーディングビューですとアラート機能が付けられますので、ここにアラートを設定しておいて、ここにタッチすればそこからの次の上昇の流れを見ておくみたいな、そういう考え方ができますので、もし使いやすいチャートを探しておられるなら、トレーディングビュー、このチャートですが、かなり使いやすくなっておりますので、おすすめです。有料プランもありますが、基本は無料プランでできますので、もしまだご利用でない方はトレーディングビュー一度お試しください。そしてアラート機能、かなり便利ですので、チャートに貼り付かないでもアラート機能で通知を待てばいいということになりますので、その辺利用していただくといいと思います。では1時間足です。4時間足ではピンクのラインを引いていたんですが、1時間足はそこをゾーンにしております。ここですね、過去の高値のこの辺りをゾーンにしておりまして、このピンクのゾーン付近がサポートになっているのが今わかりますよね。ここでサポートされるのか、ここを下抜けてくると比較的大きく下落していくと考えられますが、現在はこの緑のボックスの中で動いていると考えてまして、このボックスの下限、昨日はその下限付近で2度止められてますよね。そこから上昇していけるのかどうかっていうところに注目です。逆にこのピンクのゾーンを下抜けた場合は、この辺りですよね、赤い水平線が引いてあるこの辺りまでの下落を考えて、そこからの次の上昇のイメージ、それからこの緑のボックスを上抜けてきた時はここからの上昇ですね。こういうイメージを持っておくといいと思いますので、基本的には今上昇トレンド、4時間足なんかも上昇トレンド中なんですが、1時間足は GMMA の青帯が横ばいになってきてますよね。なのでここからはレンジになる可能性も考えておきたいので、まずはこの緑のボックスの中での動き、ボックスを上抜ければその上昇についていく。下抜けた場合はピンクのゾーンで反発する可能性があるので、下抜け後の騙しには注意なんですが、ピンクのゾーンを明確に下抜けてくると156円ぐらいまでのこんな感じの下落のイメージが持てますので、その辺を狙っていっても面白いかもしれません。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝講師の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録ください。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。